こんばんは。はるけです。今回はゴラッソチーム2ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイソン選手、そして SBC 目標できた選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがゴラッソチーム2のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、ノルが低い方になります。ロシツキー、そしてキューベル、この2名を入れました。まずはロシツキーですね。90のロシツキーになってます。もちろん能力は高くなりました。強化はされたんですけれども、この90だったら物足りないなっていう風な部分が非常に多いですね。ドリブル軽かったりとかパスが上手かったり、するのはすごくいいんですけれども、現環境中盤だったらこれぐらいはまあ当たり前かなっていう風な時期に差し掛かってはいますし、またですねフィジカル面が弱かったり、します。あとはシュートの能力なんかももうちょっと欲しいなっていうのは思いますね。あとはプレイスタイルプラスの部分でもティキタカのプラスはまあいいかなっていう風に思うんですけど、トリベラ、あんまりかなっていう風に思ったりはするので、ちょっと新ベタの選手としては少し物足りないなっていう風なことですね。そして続いてはキューエルですね。こちらも能力が低い方のキューエルになってます。89のキューエルですね。スキル逆足はね、変わらずっていう風なことで、能力的な部分でもベースからは上がったんですけどね、こちらも。ただ、アタッカーとしてはもう足りないかなっていう風なことですね。もちろんラピッドのプラス、ついてるのは素晴らしいんですけれども、フィジカルもね、結構弱かったりするんで、もう体当てられたら簡単に取られてしまうっていう風な選手になりますね。あとはレース S87、全然いいんですけど、ただ、現環境アタッカーってもう90とかあるのが当たり前みたいな感じになってますし、もうちょっと高ければ良かったなっていうのは思いますね。やれなくはないけど、この人も別に使わなくてもいいかなっていう風な感じの選手になりますね。そして続いては C ですね。C はですね、ゴラッソ、ヒーローですね、ビアッリを入れました。ビアッリもですね、結構強化をされたんですよ。OVR93 までいってね、全体的に能力高くなって、良くはなったんですけど、ただ他の選手でもいいかなっていう感じがすごくしますね。使ってても、安かったんで、使ったんですけど、特段、普通ほんと普通っていう風な感じですね。使えなくはないし、多分うまく使いこなせる人はね、いるんだろうけれども、現役の選手でも全然事足りるかなっていう風には感じました。あとはエアリアルのプラスが身長もね、180、もうちょっと高かったらこのエアリアルのプラスが多分生きたと思うんですけれども、そんなに空中戦めちゃくちゃできるっていうほどではなかったり、しますので、ジャンプとかヘディングうまいんですけど、他にクロスゲーができる選手は多くいるんで、ってなるとこのプレイスタイルプラスのエアリアルのプラスは他の方が良かったのかなっていう風にも感じます。あとはね、パスですね。視野がちょっと低いっていうのが厳しいなっていう風なところにはなるんで、フィニッシャーとしては使えるんですけれども、そうですね、まだ使えるようになったけど他の選手でもいいかなっていう風な感じですね。そして続いては B ですね。B はですね、ロシツキー、そしてキューエル、こちらともに能力高い方の選手になってます。そしてパクジソンですね。こちらは能力低い方のパクジソンになってます。で、そして目標で来ましたシャビアロンソですね。こちらは能力低い方になってます。チーム1で93のシャビアロンソ来たと思うんですけど、それのジュニア版、能力低い方のバージョンっていう風なことですね。そしてランパードですね。この5名になってます。まずはロシツキーですね。思った以上に化けたなって自分は思いました。本当に元々の今作のロシツキーはあんまり使えないというか、ちょっとこうロマンでしかなかった、選手になっていたんですけど、このね、ゴラッソヒーローのロシツキーとこの92の方は、結構使えるようになってるなという風な印象を持ちますね。テクニカルのプラスだったりとかは素晴らしいので、ドリブルの軽さっていうところと、プラスで推進力もね、ついたっていうことになるんで、いいですし、また冷静さもね、すごく高くなってい
て、パスもうまくって、あとは決定力もね、高くなりましたんで、全然決めれる力はあるんじゃないかなと。あとはペースに関しても92まで上がってますので、3CM の一角としては非常に優秀かなと。また逆足号にも変わりましたし、結構ね、化けたかな、露出機、ほんと、ロマンでしかなかった、好きな人しか使わなかったってところから全然スタメンに入ってきてもおかしくない、そんなレベルの選手になったなと、そういう印象を持ちますね。そして続いては QL ですね。こちら能力高い方という風なことで強化をされてます。プレイスタイルプラス自体は多分変わってないのかなと思うんですけれども、多分。ただ逆足スキルが変わってますね。こちらは55になってます。そこ非常に大きいですね。あとは攻撃の意欲が高いなったりと、ちょいちょいなんかこう変更点があるっていう風なことですね。まあ、フィジカル自体はこの人も、これの91になってももうちょっと欲しいなっていうのは思うんですけれども、やっぱり55になると話は変わってくると思います。44から55っていうのは結構なアップグレードですし、もともとドリブルが、まあ、ある程度軽くって、ペースも速いっていう風な選手になるんで、そこにプラスをしてスキル5のね、技が出せるようになるっていうのは、結構大きいかなと思います。また逆足5という風な部分で、パスもね、しっかり出せる選手にはなりますし、シュートも逆足で打てるっていう風な、部分もいいのかなと思います。ただまあ、冷静さ、90には乗ってないですし、先ほど話した通り、フィジカルももうちょっと欲しい選手にはなるので、使えなくはない、全然スタメン級の選手にはなるんですけど、個人的には、まあ A にはいかないなっていう風なところですね。そして続いてはパク・チソンですね。こちら能力低い方90のパク・チソンになってます。90でも全然使える選手になってますね。今作は初強化になるんですけど、この能力低い方でも普通にいいかな。まあ、それこそ値段はかなり安いので、コスパかなというふうには思います。それこそ理不尽さはないです。やっぱり A ランクとかの選手と比べると、理不尽さはないですけど、別にスタメンで使っててもいいかなって思えるぐらいの選手にはなるかなというふうなところですね。ドリブル軽いですし、パスもね、ある程度出せて、シュートも、まあ、いざとなれば打てるっていう風な選手で、ペースもね、この低い方で89もありますので、なかなかいい選手になってますね。あとはスタミナもカンストをしてますので、まあ、扱いがしやすく1試合こう動けるっていう風な選手になってますので、全然強いなと思いますね。そして続いてはシャビアロンソですね。目標で、登場をしましたシャビアロンソ。まあ、93のシャビアロンソがですね、結構強化をされたので、まあそこまでではないんですけど、プレイサルプラスはね、特に変わらず、能力ちょっと下がったってことになるんですけど、全然スタメン級かなと思いますね。買える方は93のアロンソ使った方がいいんですけど、ただ無料でこれは全然ありだなと、思いますね。もともとパスがかなりうまいんで、逆足読んでも全然いいかなっていう風なところと、守備能力もね、そこまで低くはなってない、まあマイナス2ぐらい、されてるだけで、まあ、まだ結構高い数字を保ってはいますので、目標の選手としてですね、振り分ける力だったりとか、あとはちょっと守備力なんかを求めてる方は、取ってみて、使ってみるのがいいのかなと思います。そして続いてはランパードですね。ランパードもね、だいぶ変わった選手になります。強化された選手になります。ロシツキーと同様に全く使われなかった。そういうこと、まあ、ランパードが好きだから、ロシツキー好きだから、その選手自体が好きっていう風な方しか多分使ってなかった選手から、全然スタメン級までにたなと、そういう風な印象を持ちます。まあそういう意味ではね、ちょっと化けたのかもしれないですけど、もうちょっと強くあってほしかったなっていうのは、個人的には思いますね。この人は多分使ってて多くの方が思うのは、やっぱドリブルの重さですかね。運んでいけるんですけど、切り返しとかがちょっとできなかったり、しますので、ダッシュを押しながら、そうですね、ぐんぐん運んで行って無理だなって思った時になかなか切り返しが遅かったり、して取られるっていう風なことは全然ありますね。なんで、まあ、使いにくいって思う人もいるっていう、そういう中盤の選手になりますね。あとはプレイスタイルプラスのところですね。他の
やつの方が良かったかなっていうのは思ったりしますね。それこそ今週のプラスと、あとは予測のプラスとかだったらまた違ったのかなって思ったりしますし、白でもついてないですけど、テクニカルのプラスなんかがついていたら、まだ改善される余地はあったかなと思います。ただ、全然スタメン級には強化されたなっていうふうにも思いますし、好きな方は、強いなと感じながら使える選手にはなってますね。そして続いては A ですね。A はですね、アイコン選手非常に多くいますね。ビディッチ、そしてドログバ、ロベルト・カルロス、カカ、そしてヒーローですね、のコルドバと、この5名になってます。まずはビディッチですね。センチュリオンズ以来からの強化という風なことで非常に強くなりました。少し危惧をしていたドリブルのところ、またパスのところもですね、少しは改善されたっていう風なことですね。あとは逆足号になったということも非常に大きいかなと思いますし、リアクション冷静さなんかもすごく高くなってます。また守備値に関しても、もう結構めちゃくちゃ高くなっていて、フィジカルも強いっていう風な選手で、空中戦も強いっていう風なことですね。また85というペースも手に入れましたので、なかなか強くなったなという風な印象を受けます。ですね、プレイスタイルの部分で予測だったりとか、インターセプトなんかがついていればよかったなという風に思いますね。そして続いてはドログバですね。ドログバに関してもですね、非常に強化をされました。逆足が5という風なことは素晴らしいなと思います。あとはこの人も少し危惧をしていたドリブルのところだったりとか、パス面のところは若干改善はされました。ただ、もうちょっと高くあっていたらよかったなっていうのは思います。特にパス面なんかはですね、結構現環境の ST 選手の中では低い方にはなってしまうので、ここは気にしないといけないかなと思います。ただ決定力の高さだったりとか、ごつくて速いっていう風な選手になりますので、理不尽さは少し感じるかなと思います。あとは空中戦なんかやる方にとっては、身長もね、高い選手で、ジャンプ値だとかヘディングの数値も高いし、エアレのプラスもついてますので、なかなかありかなというふうには思いますね。これまでドログバを使ってきた方だったらうまく使いこなせると思うんですけど、初めてドログバを使う方はちょっと重さだったりとかパス面は気にはなってしまうかなっていうふうなことですね。そして続いてはロベルト・カルロスですね。ロベカルです。ロベカル、スキル逆足ともに5という風なことになってますね。5-5です。なので攻撃的なサイドバックとしては非常に優秀ですね。かなりいいと思います。身長も低いですし、めちゃくちゃドリブルに関しての推進力なんかはある選手になってます。またインターセプトがかなりこの人うまいですね。フィジカルはそこまでないんですけど、やっぱ危機察知能力が高くて、勝手にね、取ってくれる、カットしてくれるっていうシーンは多かったりしますので、守備も、ある程度しながら攻撃で違いを作るっていう風な選手にはなってくると思いますね。で、また冷静さに関しても87までね、上がってますので、そこもいいポイントですし、機会があればシュートも打てるっていう風な感じになりますかね。で、クロスのプラスもついたっていう風なことになるんで、本当に攻撃に上がらせた方が、この人の良さっていうのはしっかりわかるかなと思いますね。ラピッドだったりクイックステップ、スピード系もね、ついてますので、なかなか強いなと、そういう風に思いますね。そして続いてはカカですね。カカもですね、強化をされてますね。サンダーサーからプラス2上がりという風なことになってますね。またラピッドのプラスに加えてパス面のね、プレイサルプラスがついていると。で、あとは今週だったりとか、テキタカテクニカル、クイックステップなんかもあるという風なことですね。スキル5逆足4は素晴らしいですし、スピードがありながらフィジカルもちょっとあって、ドリブルもまだ持てる選手っていう風なことになるんで、全然強いです。普通に強い活躍できる選手にはなりますね。パスもね、うまいっていうのは素晴らしいですし、若干決定力がもうちょっとあればなっていうのはあるんですけど、ただ冷静さは驚異の97もありますんで、時にはね、安心感がある決定力を見せてくれるかなと、そういう風には感じますので、普通に強い、全然トップクラスの選手になってます。そして続いてはコルドバですね。
コルドバ今作初強化という風なことで一気に強化をされました。オーベル93までいってますね。また逆足が4という風なことは非常に素晴らしいなと思います。身長は低いですけれども守備力かなり高いです。フィジカルも少しね、高くなりまして改善をされて、ジャンプがね、98かな、パンスト近くまでいってますので、頑張って空中戦はしてくれるっていう風な選手になってます。エアレアのプラスもついたっていうこともありますんで、むちゃくちゃ負けるっていうほどではない。まあ相手選手によるんですけどね、空中戦がめっちゃ得意っていう選手が来るとちょっと怖いんですけど、ただある程度は頑張ってくれるっていう風な選手になってます。で、ドリブリングかな、ドリブルの数値がちょっと低いんですけど、身長があまり高くはないんで、敏捷性バランスも高いんで、ある程度は全然運べる選手、軽い選手にはなってますね。で、パス面もうちょっと欲しいなって思うんですけれども、まあ逆足になったんで、ある程度はっていう風なことで、もちろん守備力もそうなんですけど、コルドバはやっぱりスピードですね。スピードが90あるっていうのが本当に素晴らしいですね。身長も低いんで、よりスピード感を感じれるかなと思いますし、またインターセプトのプラス予測ブロック、なんかもついてるっていうのは素晴らしい選手になってますので、めちゃくちゃ強くなってるなと、そういう風に感じます。ドリブリングのところだったりとかパス面の改善がもっとなされていれば個人的には S に入ってましたね。そして続いては S ですね。S はですね、パクチソン、そして SBC で来ましたカントナ、そしてプスカシュ、ジャイルジーニョとこの4名を入れました。まずはパクチソンですね。92の能力高い方のパクチソンになってます。この人も今作初強化という風なことで非常に強化をされました。自分的には S に入っても全然おかしくないんじゃないかなと、そういう風に思いますね。スキルや貸しともに5という風なことですね。もともと3、4かなんかやったんで、そっからスキルは一気に5になりまして、逆足も5という風なこと素晴らしいですね。で、もちろんですね、タックルの数値だったりとか、フィジカルだったりとか、あとは決定力の部分、もうちょっと高ければいいなって思ったりはするんですけど、本当にバランスが良くて、めちゃくちゃドリブル軽いし、パスもうまいし、あとはペースも91まで上がってる選手で、テクニカルのプラスも備えてますし、これで55っていうのはね、めちゃくちゃいい選手になりますね。また守備のところでもインターセプトがついてるっていうのはちょっとでかいなって思います。予測があればね、より良かったかなって思うんですけど、十分現環境でも S に入るんじゃないかなって、それぐらいの強さはある選手にはなってますね。そして続いては SBC で来ましたカントナーですね。この人はね、本当に強いですね。アタッカーとして多くのものを持っているという風な選手になります。能力自体はサンダースラからプラス2上がりっていう風なことだけなんですけれども、ただそれでもやっぱり強いですね。フィジカルかなり強いし、本当相手が勝手にこけるみたいな、やっぱずるいんですよ。ずるい。相手どうしようもないですから、勝手にこけちゃって。なんでそういうところで本当に理不尽な選手になりますし、素材がある方は作る価値ありっていう風な選手になりますね。自分的にはチップシュートのプラスかな、このループの達人が、まあこれプラスいらないかな。他にやっぱ今週とか、あとはクイックステップのプラスとかやったらよりやばかったなっていうのは思いますね。そして続いてはプスカシュですね。プスカシュ44でした。自分的にはどちらか5だろうとさすがに思ってはいたんですけれども、ここは残念ですね。逆足が3から4に変わっただけっていう風なことになります。ただ能力は凄まじいことになってますね。本当に何でもできるっていう44で逆に助かったなっていうぐらいの能力ですね。ドリブルもかなり軽いですし、パスもうまけりゃシュートもめっちゃうまい。決定力なんかもカンストしてるし、シュート力も98まであって、それにプラスして99冷静さ持ってるんで、やばいですよこの人は。なのでこの人を使ってて使いにくいって思う人は多分誰も使えないかなっていうぐらい、本当にこの人の使用感は良すぎるかなと思いますね。でまた今週のプラスなんかもついてますので、これはちょっとやばいな。本当にそれこそ44っていうところ以外ですかねは完璧かなと、思いますね。44で良ければこれ以上ない選手になりますね。
そして続いてはジャイル・ジーニョですね。この人がですね、おそらくチーム2では一番値段が高いのかなと思います。1000万ぐらい多分してますよね。まあ非常に価値はあると思います。センチュリオンズからプラス4上がりという風なことで、冷静さも96まで上がってますね。ドリブルむちゃくちゃ軽いし、まあプスカシより細かいタッチっていうよりかはですね、ほんとぶち抜くスピードだったりとか推進力をより持っているという風な選手になってますので、ドリブラーの方はですね、非常におすすめですし、ドリブラーじゃなかったとしても普通にフィニッシャーとしてもですね、決定力も高いですし、SD で使っても全然ありっていう風な選手になってます。またテクニカルのプラス、クイックステップのプラス、ここ2つ非常にでかいなと思いますので、プレイスタイル面を見てもですね、非常に優秀という風なことで、完璧な右ウィングの選手になりますね。こちらがですね、ゴラッソチーム2のティアリストになってます。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。